皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、自民党総裁選河野議員が出馬会見を行いました。会見が4時から行われましたから、この会見を見ることができなかったなという人たちに向けて、今回の会見の内容といったものをまとめてギュギュッと解説していこうと思います。今回の会見を一言で表すならば、スローガンはあるんだけど具体策はない、非常に残念なものであったというのが私の総合評価です。具体的には今回の出馬会見にあたってパンフレットが発表されて、日本を前に進めるという大きなスローガンは掲げられました。この大きなスローガンを実現するにあたってどんな目玉政策があるのかなと興味を持って見てみたのですが、そういった目玉政策が見当たらなかったというのが実際のところです。そしてこのことは出馬会見においても同じ問題を引き起こしました。出馬会見の冒頭において、自分が総裁選に出るにあたっての意気込み、どんな政治をしたいかといった話などをしました。そのことについては、どの政治家についても、まずは基本的な話だからわかるわけですが、じゃあそのような意気込みを実現するための具体的な施策がどんなものなのかなと見ていたところ、そういったものもなく、いきなり質疑応答へと移っていきました。そのことに私は驚くと同時に、これはもうひどいものだと思わざるを得ませんでした。というのもすでに出馬会見という意味においては、岸田さんも高市さんも話をしている段階で、その話の中身として具体的な政策としてこんなものをやりたいといった話をしている段階です。ですから、3人目の出馬会見である河野さんの場合だと、その前の2人の様子を見ながら、自分だったらこんな目玉政策があるぞといったことを準備する時間はあったはずです。ところがそのような準備することができたはずにもかかわらず、出てきたのはあくまでもスローガン。具体的にそのスローガンを実現するための策といったものが出てこないのですから、これは明らかに失点と言わざるを得ません。じゃあ、質疑応答でうまい返しができたのかなといえばそういったわけでもなかったのです。この質疑応答において必ずツッコミが入るであろう、そう思われていた論点は2つあります。第1の問題は皇室問題、そして第2は原子力発電所についての問題。まず最初の話から言えば、皇室問題。河野議員は以前このような話をしていました。現在の皇室は男系男子が非常に少ない状態になっており、今後安定的に皇位が継承されていくかは不安な状態である。そのために女系天皇についての検討といったものも行っていかなければならない。こういった話をしていたことから女系天皇容認派であるといった評価がされています。ですからこの点について言っても、総裁になって総理になってもこの考えといったものをもとにして女系天皇容認論といったものを推し進めるんですかといったことが聞かれることが予想されていたわけです。で、いざ質疑応答においてこの質問が出た時の回答というものが審議会における内容といったものを尊重していくよといった話をしています。その審議会の案というものは現在の皇室以外のところにも男系男子が存在しているのですから、これらの人々についての皇籍復帰の議論を進めていくべきだといった内容です。皇室問題を重視している人たちにしてみれば、自分の考えがどうかといったところではなく、あくまでも審議会の案について尊重するという答えを非常に心もとなく思うでしょうから、この発言というものも大きなマイナスポイントとならざるを得ません。また、第2の論点、原子力発電所について。河野議員は以前、現在の原子力発電所というものは、それこそ核廃棄物の処理についての十分な仕組み作りといったものもできていない状態で日本で原子力発電所を稼働させていくのは非常に大きな問題であることを指摘し、いずれは原子力発電所については廃止していくことを考えていくべきだといった話をしていました。ですが、この原発の廃止といったものを早急に進めることは明らかに今の現状からは合っていません。そこで今回の出馬会見においても質問が飛びました。回答としては、今後は自然エネルギーをどんどんと取り入れていかなければならない。これは環境問題に対する回答としては絶対に必要であることを述べていました。そしてそのような自然エネルギーをどんどんと導入するにあたって補助的な電源として原子力発電所を使っていかなければならないという言い方をしていました。原発というのは核廃棄物の問題はありますが、少なくとも環境汚染、特に大気汚染という意味合いにおいてははるかに火力発電などよりも優れているのです。そして自然エネルギーよりもはるかに安定的な電力を供給してくれるという便利な面もあります。
さらに言えば東日本大震災の前と後では現在の原子力発電所の方がはるかに安全対策が行われており、安全性という面においても以前とは比べ物になりません。ですから使わない手はないわけです。しかし今回の河野議員の対応といったものはあくまでも補助電源的に使うという話をしており、これもまた不十分な回答だったと言えるでしょう。なぜならば自然エネルギーをどんどんと入れるということは確かに環境問題への対策としては良いでしょうが、電源としては安定的に供給できないといった問題もありますし、またバックアップとしては結局のところ火力発電などに頼らざるを得ない面などもあります。そして自然エネルギーという話をした時にどうしてもやたらと出てくるのが太陽光発電であり、その太陽光発電というものはまさに日本のような自然環境も過酷なような場所においては不向きな電源であるという事実を決して無視するべきではないのです。日本には日本に合った電源といったものを模索して、そして実際問題産業界においてもまた私たち個人が電気を使うにあたっても無理のない電気代が払えるような電源構成といったものを作り上げていかなければみんなが幸せにはならないのです。ですから今回の出馬会見というものは大きなスローガンを掲げて実際に出馬するといったところまではこぎつけたわけですが、具体的な政策といったものがないのでこの後の論戦に耐えることも非常に厳しいですし、また国民側からの評価としても十分なものを得ることはできないのではないかと思います。しかし総裁選に一つ問題なのはそうしたどんな政策を掲げるかではなく、結局のところまずは自民党の党員票とプラスアルファ国会議員票を集めた人が総裁になります。ですから今回の河野議員の出馬会見というのはあくまでも失点をしないことを目的にした、そのような当たり障りのないものになることを覚悟したものであった可能性はあります。というわけで河野議員の出馬会見についての解説でした。全体としてスローガンは掲げているんだけど、具体的な政策の話がなかった以上、大きな評価を点を与えることはできません。そして具体的な政策をすでに語っている高市議員の方が、その中身については賛同できるものが非常に多いことから評価点は高くなります。そして岸田さんについて言っても少なくとも具体的な政策について言及しているわけですから、河野議員よりもまだ良いというような状態になっています。あとはこのことを自民党の党員の人たちが十分に吟味してほしいというのが私の要望です。ちなみにこの自民党の党員というのですが、残念ながら今から党員になって自分が総裁選に1票といったわけにはいきません。自民党総裁選への投票権を得るためには自民党の党員になることがまず第一条件で、年会費は4000円だそうです。そして総裁選に投票するにあたっては前2年分の党費を納めていることが必要なのだそうです。ちなみに今回はなぜか特別ルールで2年分を1年分でも十分ですよといった形で少しでも多くの党員票を集めようとしています。ですから今からできるのはすでに党員になっている人たちに対して一体誰が良いのか、そういったことを伝えることが大事となります。こういった政治的な話というのは面と向かって話をすると衝突しやすい面があるので、伝えた方にはかなり注意する必要があります。そしてそのような対面での話ではなくインターネット上においては衝突といったものは起こりにくいですから、誰々さんの政策がいいですよといったことを SNS 等を通じて発信し続けるのが良いと思います。というわけで今回の動画は河野議員が自民党総裁選に出馬する会見を行ったのですが、具体的な政策にあまりにも乏しく残念な結果だったよというのが私の評価です。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。